こんにちは、ラグマタグスタッフの辻です。今回の動画では当店で販売中の AK1 の基本操作、気をつけるべき点について詳しく解説していきます。まずは AK1 の基本的な仕組みについて説明していきます。AK1 は針とハサミが交互に動き、布に打ち込まれます。セッティングができたら布に針を差し込み、トリガーを引くと糸が表側に出て、その後ハサミが頂点に達した時にカットされます。ガン自体の速度調節も可能で、こちらのつまみを半時計回りに回すと速くなります。最初の打ちや細かいデザインを打ち込む際は一番遅いスピードで打ち込み、シンプルな直線などを多く打ち込む際は早めのスピードに調節すると効率よく制作ができます。次に AK1 の使用上の注意点について説明していきます。トリガーを引いている間はハサミが常に前後している状態のため注意が必要です。タフティングで一番気をつけてほしいのが布を切らないようにすることです。一度布を切ってしまうとその部分にうまく打ち込めなくなったり、仕上がった後に毛糸が抜けやすくなってしまいます。布を切らないようにする3つのポイントを覚えてください。針の抜き差しはトリガーから指を離している状態で行いましょう。トリガーを引いている間はハサミが常に前後している状態のため、布に抜き差しする際は必ずトリガーから指を離しましょう。進行方向に針の向きを合わせましょう。横を打つときは利き手側に針を刺し、進行方向に針の向きを傾けます。針の向きが縦を向いた状態なのにガンを横に動かすと、このように布が切れてしまいます。布にしっかり押し込み、ガンと布の角度を垂直にしましょう。布にしっかりと押し込み、角度を垂直にしないと毛糸が表側に均一な長さで出てこなかったり、ハサミでカットする際に布に触れて切れてしまう可能性があります。先ほどの3点を注意していても布が切れてしまったという方は、打ち込んだ部分に重ねて打つオーバータフトを行っていませんか？オーバータフトはガンの故障の原因にもなるので気をつけましょう。打ち方の基本を説明していきます。まずは糸通しの方法です。タフティングガンの背面を下にしてガンを立てます。糸通しをタフティングガンの針穴、ガイド穴に差し込みます。糸をすべて糸通しに通し、ハンドルを持ちながら糸通しの持ち手を手前に引っ張ります。針先に余った毛糸は打ち込み始めにこのように残る毛糸です。2、3センチほど残して打ち込みの準備完了です。次はタフティングガンの基本動作を説明します。タフティングガンは下から上に打ち、横に打つ際は利き手側から打ち込みます。曲線などの布目に逆らって打ち込みを行う際は小刻みにトリガーを押し、ガンの動きを制御しながら進みたい方向に動かします。上から下に打つと安定感がなくブレてしまったり、糸が絡まってしまったりするので気をつけましょう。
次はガンを動かす速さについて説明します。ガンを動かす速さによって出来上がりの密度が変わります。ちょうどいい速度で動かしてみます。次は早めに動かしてみます。最後に遅く動かしてみます。裏面の粒の大きさに違いがあるのと、表面から見ると密度の違いが出ます。早く動かすと毛糸が足りずスカスカになってしまい、遅く動かすと詰まりすぎてしまいます。1枚のラグの中で速さがバラバラになってしまうと密度のムラの原因となるので、なるべく一定のスピードで打ち込みましょう。次はラグの形となる縁部分の打ち込み方について説明します。内部分に毛糸がしっかり詰まっていないと仕上げた際に形がぼやけてしまったり、皮膚が透けて見えてしまったりします。特に裏地を織り込むような仕上げ方法をされる際は、口部分をしっかり打ち込むのがいいでしょう。次は打つ間隔について説明します。縁取りを終えたら間の色を埋めていきます。色を埋める際の毛糸の間隔は毛糸によって変わります。当店で取り扱っているアクリル毛糸5本取りは柔らかい質感で、少し隙間を空けて打つとふんわり、詰めて打つともっちりした仕上がりになります。ウール毛糸2本取りはしっかりとした質感で、カットされた毛先がピンと立ちやすいです。打ち込む間隔が空きすぎると隙間が目立つため、密度をしっかりと詰めて打つと高級感のある仕上がりになります。隙間の間隔を試し打ちして自分好みの質感を見つけるのがおすすめです。その他の注意点としては、糸の動線が悪いときちんと皮膚に打ち込めない場合があるので、糸の動線をできるだけスムーズにしてあげましょう。タフティングをする上で役に立つ知識をお伝えします。作業中に糸が抜けやすいといったお悩みをよく聞きます。その場合は打ち終わりにトリガーから手を離した後、ガイド穴を親指で押さえてから針を抜きます。次に針を布に刺し、打ち込む時まで親指を離さずに押さえておいてください。そうすると糸が抜けずについてきてくれるので、作業中に糸が抜けてしまうストレスがなくなります。作業をするとどうしても毛糸のロスが出てしまいます。毛糸のロスを減らしたいというお悩みをお持ちの場合、針先に残す毛糸の長さを短くすると最小限のロスで済むので、気になる方はやってみてください。今回は AK1 の基本操作、気をつけるべき点について詳しくお話ししました。皆様の参考になれば幸いです。今後もタフティングに関する情報を発信していきますのでよろしくお願いします。